つるくんです。映画アバターに関連するフィギュアを紹介してきましたが、今回は地球側のキャラクターやメカのフィギュアをご紹介していきます。このチャンネルではこういった SF 系のフィギュアやプラモデルを紹介していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。まずは前作のアバターでも印象的だったクオリッチ大佐のフィギュアの方をご紹介いたします。裏には AMP スーツに乗ったクオリッチ大佐の写真が載っています。あと横にはマイルズ・クオリッチと書いてありますね。やはりアバターのジェイクたちと比べると、かなり大きさの小さいフィギュアになってます。後ろの方はこんな感じで、迷彩服をうまく再現しているような感じの塗装になってますね。付属品についてはマスクをかぶった頭と、銃が2種類、エフェクトパーツ付きといった感じですかね。手首が1、2の3種類とコーヒーカップみたいのが付属しています。こちらアバターのロゴ入りの台座の方ですね。台座にはポッチがあって、こちらフィギュアの足の方に差し込めるという感じになってるみたいですね。こちらがクオリッチ大佐のフィギュアとなります。それではクオリッチ大佐のフィギュアの方を細かく見ていきましょう。こちらのフィギュアはアクションフィギュアになっていますので、各関節が稼働するようになっています。大きさは約11センチぐらいで、結構小型な部類に入ると思います。体の一部は塗装されています。また左手の入れ墨等も再現されていたりします。関節はいろいろなところを動かすことができるんですが、首ですね、それから肩、これは若干の前後動ができるようになっています。肩の上下ですね、それから回転、根元に可動軸がありますので腕をひねることができます。それから肘の部分が二重関節になっていて、かなり曲げることが可能になっています。手首の方も動かすことができます。回転の方もできますと。あと胴体の方なんですが、ここで切れ目が見えると思うんですが、上半身とお腹の部分で少し動かすことが可能になっています。ただし可動範囲はそれほど多くない感じですね。あと上半身とお腹の部分でひねることができます。腰の部分も前後左右に、あとひねりが若干できるような感じで動くようになっています。それから股関節の方ですね。前の方が結構90度近く上がりますね。それから後ろの方はこの程度ですかね。開脚はこのぐらいまで広げることができます。ちょっとホルスターが邪魔して左足の方はこのぐらいまでしか上がりません。それから根元で少しひねることができます。あと膝の方ですね。膝の方も二重関節になってますので、ここら辺はよく曲げることができます。足首の方も前後と、よく動くようになってますね。つま先も一応動くようになっていて、こんな感じで上げることができます。小さいながらによく動くといった感じですかね。顔の方がちょっと弱々しく見えるような気もしますが、フィギュアとしてはよくできてるかなと思います。また付属品として手首が3種類ですね。人差し指で指しているような指と何かをつかむような指
指、それから握り拳ですねの3種類がついています。あとこちらの替えの頭の方ですね、マスクをつけた頭の方がついています。惑星パンドラ上ではそのままで呼吸はできないようなので、こういったマスクが必要になってくるっていう設定なんですね。武器の方はこちらの2種類が付属しています。銃の方はこちらのホルスターの方へ収めることが可能になっています。それからこちらの機関銃の方は手に持たせることができます。こんな感じで銃の方のエフェクトパーツが付けられるようになっています。こちら効率大佐みたいな人間に対してネイティリのようなナミ族がどのぐらいの大きさかっていう話なんですが、でこんなにこちらナビ族ですね、ネイティリたちの種族なんですが、設定上は3メーターの身長があるっていう風になってます。人間が 1.8 メーターぐらいでナビ族が3メーターとすると、こんぐらいになるんですかね。映画ではあんまり比較映像って出てこないんですけど、ちょっとびっくりしますよね。本当に巨人族っていう感じなんですね。ジェイクの入っているアバターというのはナビ族と人間の DNA を結合させた、人工生命体という設定になってるそうですね。だからジェイクの手は5本指なんですけど、ネイティリたちナビ族の手はなんと4本指なんですね。これって意外と気がつかなかったことですよね。あと目の大きさとかも違ってきてるっていう設定みたいですね。続きまして、こちら前作のアバターで活躍した AMP スーツですね。こちらのフィギュアの方を紹介いたします。箱の横には AMP スーツ、それからウィズブッシュボス FD11 って書いてありますね。これはおそらく武器の名前かと思います。裏側には銃を構えた AMP スーツの写真が載っています。それでは開封していきましょう。こちら AMP スーツのフィギュアとなります。いろんなところが稼働はしそうなので、後で細かく見ていきたいと思います。こちら付属品の方はこちらのブッシュボスって書いてありますね。こちらの武器が一つと、あとナイフの方ですね。ちょっとぐにゃぐにゃに曲がっちゃってますけど、ナイフが一つと、それから替えの手首が一つついています。こちらが AMP スーツのフィギュアになります。少し細かく見ていきましょう。こちらもアクションフィギュアになってますんで、各箇所が稼働するようになっています。肩の部分が回転と上下動ができるようになっています。それから前後動がこれできるようになってるんですが、ちょっと面白い機構で、こんな形でレールに沿って肩が前後動するようになっています。ちょっと面白い機構ですよね。肘の方がこんな形で動くようになっています。それからちょっと硬いんですが、一応ひねることも可能になっています。手首の方は
回すことができるという感じですね。腰の部分が回転するようになっています。股関節については前後動ができます。足の方はかなり上の方まで上げることができます。太もも側の関節が球体関節になっていて、ひねったりはできるんですが、開脚に関してはアーマーが干渉したりして、このぐらいが限界という感じですね。こちら膝の方がですね曲げることができるんですが、かなり硬いです。それから足首の方ですね、これはもう本当に前後動ができるという感じなんですが、前の方には結構動かすことができるんですが、後ろの方はもうこれが限界っていう感じですね。それから付属品の方なんですが、こちらのナイフの方ですね、この鞘に収めることが可能になってます。こちらの鞘ですね、左手の方の替えの手首が1種類、開いた手首ですねが付属しています。残念ながら右手の手首の方は、こちらの方しかついていません。これは基本的に銃を握るための手という感じですかね。こちら右手の方は一応指が開閉するようにできてます。付属の武器をこんな形で右手に持たせることが可能になっています。あとこちらの操縦席の方ですね、こちらの方の開閉機能があります。こういった形で操縦席の窓を開けることができます。ちなみにこの操縦席の中に、クオリッチ大佐のフィギュアを入れることができます。座るというよりは床に穴が開いていて、そこに差し込むような形になっちゃってるんですが、こんな感じですね。こちら人が乗るパードスーツという設定なんでしょうけど、ちょっと日本人の持つロボット感とは離れてるかもしれませんね。こちらの AMP スーツもブラックライトに対応してますんで、ライトを当ててみますね。こちらのケーキ板の方が少し光るぐらいで、ガラスが全体的に光ってるような感じもしますね。コックピット内部のケーキ類が光ってますね。ここら辺はちょっと面白いですね。こんな感じでブラックライトに対応しています。こちらが地球側の飛行兵器のスコーピオンガンシップになります。こちらの方は前作のアバターにも登場していたと思います。箱の横には AT99 スコーピオンガンシップって書いてありますね。箱の裏はワールド・オブ・パンドラですね。このフィギュアのジオラマセットみたいなものですかね。そこに写っているガンシップと、あとガンシップの写真が載ってます。それでは開封していきましょう。こちらがガンシップのフィギュアとなります。着陸脚の方が別パーツになっています。こちら羽の方が回るようになってますね。それからこっちのローターの方ですね。これが回るようになってます。それからミサイルポット、ミサイル関係ですね。
それからこちらの機関銃の方ですね、ここら辺の武器がついてます。あと全体的に塗装がしてあって、汚し塗装も結構してある感じですね。ガンシップはこんな感じです。こちら扇風機を当てることによってプロペラを回すことが可能です。地球側の飛行兵器 RDA CWASP ですかね、こちらの方の開封をしたいと思います。箱の横には RDA CWASP、 裏には、ワールド・オブ・パンドラっていうフィギュアのセットがあるみたいなんですが、それと合わせた写真ですね。それから WASP の方の写真が載っています。それでは開封していきましょう。こちらのワップスの方は本体の前部分ですね、それから後ろ部分と2つに分割されて、梱包されています。合体させるとこんな感じですね。プロペラの方が上と下と回るようになってますね。あとは機銃の方は動かないのかな。結構な数のミサイル関係が付属してますね。若干風防の方がオレンジ色でちょっとおもちゃっぽいのが残念ではありますが、筋彫り等も結構細かく入っていて、汚し塗装の方もそれなりにしてあるみたいですね。着陸脚はないみたいで、あとスタンドがないのはちょっと残念ですね。これはもうこうやって置くしかないっていう感じなんですかね。こちらの方が地球軍の WASP という飛行兵器ですねになります。こちらプロペラが結構緩めに作ってあるんで、扇風機を当ててみると回転させることが可能です。今回の映画「ザ・ウェイ・オブ・ウォーター」については海が舞台になっているということで、水中メカみたいなものが登場しています。それがこの CTOPS、クラブスーツというものですね。箱の横には、同じくクラブスーツと書いてあります。箱の裏はクラブスーツの写真がそれぞれ載っています。それでは早速開封しましょう。こちらかなり大きめなフィギュアになってますね。カニをかたどったような潜水艦といった感じですか。なかなかユニークな
形状してますよね。足の方はそれぞれ稼働するみたいなんで、後でゆっくり見ていきたいと思います。こちらクラブスーツのフィギュアになります。大きさも結構大きいフィギュアになってます。また関節の方がですね、結構動くようになっていて、足が1,2,3,4本、それから手の方ですね、手の方が2本あるんですが、足の関節がですね、ここの根元で回転軸があって、この関節で上下動ができます。根元で回転軸があって、同じく根元で上下動ができるようになっています。それから中間の関節の部分ですね、こちらの方も上下動ができるようになっています。こっちの足の先の方はですね、あまり動くような感じはしないですね。それぞれの足がこのような形で動くようになっています。それからこちらの手の方ですね、手の方も横への回転と、それから上下動ですね、それから中間部分が動くようになってます。指の方ですね、こちらマニピュレーターの方も上下動がするようになってます。それからギミックとしてはこちらのキャノピーの方ですね、開くようになってます。内部の方はそれほど細かくは再現されている感じではないですね。この部分のハッチが個別に開くようになってます。本来はここから出入りするという感じなんでしょうね。こちら後ろのスクリューの方が回転するようになってます。各関節が稼働するので、いろんなポーズが取れるようになっています。こちらの方もブラックライトに対応しているようなので、ちょっとライトを当ててみましょう。風防のラインの方ですね、こちらの方が光るようになってますね。あとは特別光るようなところはないみたいですね。こちらの操縦席の方なんですが、残念ながらフィギュアが付属していません。こちらオストリッチ大佐のフィギュアですね。こちらを乗せることが可能にはなっています。ちゃんと閉まらなかったりですね、頭が当たってたりするのは残念なんですが、それなりに見栄えがするんじゃないかなと思います。地球軍側のメカってどちらかというと、いかにも戦闘を意識したようなデザインが多かったんですけど、これはちょっと海底を探検するみたいなイメージのメカになってますね。結構個人的にはお気に入りのメカになってますんで、皆さんもぜひ手に入れてみてください。